こんにちは、アンヌスです。今日は、3コインズ、3コインズっていうのがあったなとお店があったなっていうのをちょっと思い出して買いに行ったんですけど、なんか可愛いマットとコースターが売られていて、結構ねカラフルで夏っぽい感じでもちょっと今刺繍を取っちゃったんですけど、結構可愛い仕上がりになったので、ぜひ皆さんにも真似して作ってもらいたいなと思って、動画撮ってます。では手元の方にどうぞ。はい、ではこの可愛いシリーズをちょっと紹介したいと思います。なんか布物はこの4展開しかなかったんですね。全部色が違ってて、コースターだけで300円。これ2つセットで。で、なんかこのマットは1枚300円だったんですよ。3コインズだからね。なんかちょっとやっぱ汚れみたいなのがよく見るとちょこちょこついてますけど、まあ300円だから仕方ないですね。で、お皿もね、いっぱい買ったんですけど、ちょっと今あるのがこの黄色と、なんかね、これはどっちだっけ、500円と700円とかで、ちょっと300円ではなかったです。で、スプーンがねめっちゃ可愛いんですよ。このマドラーみたいにして使うのかな、それかなんかかき氷的なものだったら食べてもいいかもしれない。なんかこれと、あと緑もありました。すごい可愛い、夏っぽいですね。でもうなんかやっぱ夏になると、そう可愛いのがやっぱり色がたくさん入ってて可愛いのにどうしても目がいってしまうので、なのでちょっとこのコースターとここマットに刺繍しようと思います。で、まあこれ見えますかね、すごい薄いんですよただなんか布巾みたい、なんか濡らすと柔らかくなるパリパリに海苔が効いた布巾売ってるじゃないですか。なんかあんな感じの素材なので、もうこれはスマプリで図案を写すしかないですね。なのでちょっと可愛いめの図案を探してみたんですけど、草花と動物の可愛い刺繍のグリーティングっていうページがあって、でここのお花とね、なんかこうテイストが合いそうな感じがするんで、これをこのマットに刺繍して、でこっちの散歩っていうページのこのお花ねトリコロールで3色みたいになっているのがあるんですけど、それはコースターになんかちょんちょんちょんみたいな感じでやると可愛いのかな。これ全部のこのひだひだにやるとすごい大変なので、3つも続けて角にちょこってあっていいかなと思います。なのでそれをちょっと刺繍しようと思います。で、今日使うのがこのスマプリです。結構もう YouTube では何回もスマプリ使ってるんで、もうおなじみにはなってきてるんですけど、開けるとシールになっている、その図案を写すシールですね、それが2つ入っているので A4 サイズです。1枚取って、で、図案を写していきます。私はシグノのユニボール 0.28 をよく使ってます。細ければ何でもいいです。なんか太いやつはインクがいっぱいつくと、刺繍してる時にその水性インクが刺繍糸についちゃったりとかするので、なるべくそのつかないように薄くなるように、多少はねつく時もあります。で、図案を写すんですけど、こうやってこのシールみたいになっているちょっと外側1センチぐらい残して
図案を写します。なんか表面がデコボコしているんでちょっと描きづらいんですけど、あんまりこれ力入れて描くとすごいデコボコが大変になってくるんで、少しペンを浮かせるような感じで描くのがコツかもしれないですね。だからこれは写るのでコピーしなくても直接本からトレースで、そこが便利です。で、ハサミで外側1センチをカットして、でこれを貼り付けます。取れました。でこれちょっと剥がすとくちゃくちゃってなりがちなので、これまずこの裏剥がしたら全部裏取らないで、ちょっとだけめくって、どこにしようかな、この辺ぐらいかな。位置決めたら少しだけ先に貼ります。で貼りながらこうやって裏の紙を剥がしていって、ちょっとはみ出てるところは切っときます。こんな感じかな。これで刺繍していきます。色はあんまりたくさん使わないで、ちょっとこの組み合わせにしようと思います。それで水色とピンクの組み合わせだと可愛いですよね。なのでちょっと今日はオレンジの方で色を考えました。でもここにある色でこの中で探してもらうといいです。だからもしピンク使いたい場合はこの似たようなピンクとかこの似たようなオレンジとかで探してもらうといいです。でね、黄色とかもこのお皿の黄色にしたりとか、結構多分このシリーズで色をちゃんと整えて決めて作られてるんで、もうここから色を拾うとかなりいい感じになると思います。でどれにしようかな。芯を黄色で、お花だから水色、なんかあれみたい、ブルーナみたいな感じになりましたけど、ちょっとこういう感じでやってみようと思います。はい、では枠をはめます。結構ギリギリなんですけど、すごいネジ広げまくって、で無理やりはめます。もしこのはまらない場合はちょっと布をここに縫い足して枠の中に全部布がはまるようにセットするっていうのが、やり方なんですけど、刺繍枠はめる時の、最低限大事な方法なんですけど、ちょっと無理やり、あと糊りが効いてるしスマプリもやってるのでいっかっていうことでちょっとね端っこギリギリですね。で、真ん中の芯は白で刺繍しようと思います。ちょっとね動画で飛んじゃって見づらいかもしれないんですけど、2本取りで刺していきます。で小さい波縫いを入れていつも始めてるんですけど、ちょっと大変そうだったらもう玉留めで始めてもいいです。ただこの新しいスマプリってちょっと柔らかいので、もしかしたらできますね結構硬かったらもう玉留めで始めてもいいかなと思ったんですけど、じゃあこれで始めます。まず丸は真ん中に基準の1本を入れて、で上半分と下半分を埋めていきます。全然
飛んじゃって見えてないですかね。この手が下にあると影で見えるかな。これぐらいでいいです。で、裏に絡めて、これ続きでやってもいいかな、近いから。ここサテンステッチで埋まるんで、渡り糸って多分こことここだけになるから、もうこれで一気にやっちゃいましょう。はい。じゃあこれで裏に絡めて、で次黄色ですね。また2本取りで裏に絡めます。2回目以降は裏に絡めて、で、花びらを刺すときは、花びらを楕円、丸ですね。丸と思って、丸を刺すときって1本基準を入れて、で半分ずつ埋めますね。でこの時に皆さんお花だと思うと放射状にしたくなってしまうんですけど、放射状にすると隣とつながってしまうので、そういうドーナツ型みたいになってしまうんですよね。だからそういうのにしたい場合は、そばぼうろみたいなああいうなんかお花の形にしたい場合はそれでいいんですけど、こうやって花びらを1枚ずつ独立させて見せようと思うんであれば、隣と向きをちゃんと変えなきゃいけないので、放射状にしないでこの丸を一つ仕上げる。ちゃんと平行に刺して丸くして、で、隣はちょっと角度が変わりますよね。なのでそういう感じでこう一つずつ切り離して考えてください。これでまずこの横向きで花びらができました。じゃあちょっと向きを変えてこうなりますよね。でこれでまた上と下と平行に埋めます。っていう感じで全部埋めていきます。はい、ではこんな感じでちょっと90度なのか、もうちょっと内側に入っていると思うんですけど、まずこのお花真ん中の丸いお花から刺繍していきます。で今回の場合はさっきは独立した花びらだったんですけど、今回はもうそばぼうろみたいな感じにしていくので、ドーナツ放射状に刺す感じで刺繍していきます。この角花びらと花びらの間のところと、であと頂点ですね。この花びらの丸くなっているところの一番上をまずガイド線を2つ入れます。でこの間を埋めていく。なのでサテンステッチって基本的に隣に刺して埋めていくものなんですけど、今回の場合は全然隣に刺さずに間を埋めるみたいな感じになることが多いかなと思います。でこうやって刺してみて、ちょっと隙間が空いてるなと思ったら後で足したりしてしっかりきれいに埋めていきます。で、1ブロックずつ埋めていくので、これで1ブロックですね。埋め終わったら隣のブロックに行きます。ブロックっていうか花びらですね。
でまたここにガイド線へこんでるところに入れて、でこうやって一つずつやっていくと放射が綺麗になります。これ隣に刺していくとなんか放射がねおかしくなってくるので、これのやり方がおすすめです。ではこれで一周ぐるっとサテンステッチで埋めていきます。はい、では、フレンチノットをやっていきます。このサテンステッチはもうちょっと説明はいいかなと思うので、丸いステッチをやってください。まず針を出します。で枠を机に置いて空中で2回巻きます。でほぼ同じところに刺してこのぐちゃぐちゃを引き絞るともうここにフレンチノットができているのでこれで引っ張ります。こんな感じで玉留めじゃないんですね。ビーズみたいな感じでこうくるっと丸くできるのがフレンチノットです。2回目で刺してから引き絞る。でこれを、ずっとぐるっと一周やっていきます。はい、ではフレンチノットができたので今度は茎を刺繍します。茎は3本取りのチェーンステッチで2列ですね。針を出して2-3ミリぐらいの幅で針を出します。で糸をかけて上に引っ張ります。で反対の親指で針と反対の親指でこうやって押さえて輪を作っておきます。こうするとかけなくていいので糸をかける必要がなくなるので、また同じ穴の中に針を刺してで 2-3 ミリ先から針の頭を出してもうこのまま引っ張ります。で引っ張るときは上に引っ張ってください。下に引っ張ると輪がなくなってしまうのでこれをずっと繰り返していきます。で端までいったらまた U ターンして戻ってもいいしチェーンステッチって向きがあるんで雫型なので同じ向きで刺す方が綺麗ですね。なのでそういう風にやりたいという方は進行方向を揃えるといいです。でも私はそこまで気にしてないのでもう行って帰ってでやっていこうと思います。はい、ではチェーンステッチで2列やってでそのちっちゃい茎はチェーンステッチ1列でやりました。でその後サテンステッチはもう説明しなくても大丈夫かなって思ったので、サテンステッチですね。サテンステッチはもう全部やってしまいました。葉っぱとこのちっちゃいお花とでこの芯の部分にサテンが使われているのでそこもやりました。で、じゃあちょっとバリオンステッチを説明したいと思います。バリオンステッチ6本取りで裏に絡めるのが大変だったらもう玉留めで始めてもいいです。ここですね、ここ。まず真ん中の4列っていうの4本作ります。まず出します。で下に刺してもう一回最初に出したここの糸のすぐ隣に針を出してでここに10回巻きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10であんまりきつく巻くと抜けなくなるんで、そこそこ9割8割ぐらいで巻きます。で針を抜きます。針を抜くとこういうコイル状になるんですけどこれ手を離すとぐちゃぐちゃになるんで下の指と親指で支えて
ちょっとずつ短くしていきます。で、下に戻してきて、こんな感じになったら、すぐこの糸があるすぐ下に針を刺します。これで出来上がりです。で、もうぎゅうぎゅう詰めに4本作るので、同じように2、3、4、5、6、7、8、9、10で引っ張って、はい、これであと2つ作ってお花つぼみみたいな感じにします。はい、これで出来上がりです。で、6本取りでこの隣のお花の花びらもついでにやってしまいます。ここはストレートステッチなので、この線の通りに出して入れての1本ずつのステッチをこの下絵通りにやっていきます。もうあとは仕上げです。もう説明したので同じだからもういいかなと思うんですけど、ここをフレンチノットステッチ、隣に6本取りでフレンチノットステッチをやっていって、これで全部こうぐるっとやって、であとこの4枚の花びらの方もフレンチノットステッチを2本取りで5個、1、2、3、4、5個やっていきます。はい、出来上がりました。ちょっとね、見本が結構色がいっぱい入ってるので、なんかこういうイメージが思ってる方が多いと思いますけど、意外と3色4色白入れて4色でやると割とこうすっきりした図案になりましたね。でこれもまたその、お水でこのスマプリを溶かしてはいくんですが、こうやってちょっと余分なところはちぎってっていうか、枠をはめたりね、なんかこういろいろやっているうちに結構こうシワみたいにちょっとこう剥がれ気味にはなってくるんで、割と取りやすくはなりますね。でそれで取ってお水で濡らして完全に消せばそれで出来上がりです。結構なんか雰囲気がね変わりました。買ってきた時は、こういうね何もない状態だったんですけど、ちょっとレトロな感じになりましたね。でも可愛い、すごいいい感じに、そんな派手派手でもなくて私は結構気に入りました。ぜひ皆さんも作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。